はい、恒例のカートップつくばテスト。3月もう桜の時期、4月も見えてきてるんですけど、なぜか今日は外気温が寒くて、こういう日はターボエンジンは元気なんですが、タイヤは温度が上がらずに結構苦労します。最近は結構ミシュランなんかもハイグリップタイヤを持ってきてるので、ものすごく低温が苦手なんですね。そういう意味でちょっとタイヤの影響と楽しさっていうのは、速さっていうのは影響を受けますけど、さあ果たして、速い車はお金を出せば速い車を買えるのか、これはイエスなんですね。でもお金出さなくても安い車でも楽しい車は手に入ります。ポルシェ GT3、これはお金を出せば買える。でも腕がないとその速さは享受できない。今回1秒台ペロッと出てしまいましたけども、さすがポルシェ、ひたすらひれ伏すしかないなという感じがしますね。早い。目覚めました。目覚めましたか。一瞬で目覚めた。結構 4WS だから最終コーナーがあんだけ気味なんだよな。踏んでいくとそのリアが流れるかなっていう感じだけど、まだあんだな。で踏んでいくといきなりシャーンと結構この後ろの動きを掴むのが難しい。もうこの速さだったらマニュアル無理だね。BM のM3、M4、こちらも打倒ポルシェと言いたいんですが、やっぱりエンジンはターボで6気筒で出力を上げられるんですけど、やっぱりそのフロントエンジンリア駆動なので、エンジンの出力を上げちゃうとどうしてもコーナーでトラクションが得られないということで、 M3 はちょっと限界が FR という限界がありますね。でも楽しいかどうかというと、M3 も同じように GT3 と同じようにハイパフォーマンスの楽しさは得られますね。で今回目玉がアルトターボなんですけど、これは129万円ということで、お金出さなくても楽しい車が手に入るという、最近のスズキは CVT を蹴っ飛ばして AMT にしてからがぜん元気良くなりましたね。もちろん600キロ台という軽さもサーキットでは貢献してます。もう3速と4速、もうびっくりするぐらい速いね。速い。タイヤがついてこれないぐらい。難儀したのがもうレジェンドで、難儀どういう難儀かというと、どうコメントしていいかが難しい車で、外装は普通のMK タクシーが使うような黒塗りのフォードアセダンなんですけど、結構中身はですね、ウサイン・ボルトまでいかないけど結構アスリートちゃんで、一般で乗ると乗り心地はどうかな、高級車としてはどうかなと思うんだけど、サーキット走ったらこの2トンの重たい車が気持ちよくハンドリングで曲がるんですね。だからそこがホンダはやりたかったんだけど、でもホンダはレジェンドを作る時にもう30年前に最初のレジェンドが出ましたけど、でかいエンジンをフロントに積んで曲がんないって世の中から30年間言われ続けてきたので、多分アンダーステアに対するトラウマがあるんですね。なのでリアに 4WS つけたり、これは FF のレジェンドですけど、ベクタリングで無理やり曲げる。だからもうそのトラウマからもう解放させてあげたいなという気がちょっとしました。レジェンド侮っちゃダメだね。見た目は普通のビッグセダンだけど、この辺はいいわ。気持ちいい。やっぱり乗りやすいね。もうブレーキ、ハンドリング、シフト、シート、もう全てがバランスしてるから。